んにちは、ホロロです。今日はフェルマーの料理第6話の考察と振り返りをしていきます。突然ですが、どちら様ですか？脚本書いてるの。渡辺裕介さん、三浦咲さん、毎回話の構成うますぎます。今回は布袋が岳にある助言を送るのですが、それがラストでまさか。詳しくは動画の後半にて、今回は3話のあの伏線も徹底解説します。そして誰も気づいていないであろうツッコミどころもぜひ最後まで見ていってください。考察まで飛ばしてもいいですけどね。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマでは、フェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラマフェルマーの料理の原作、放送情報や配信、見どころについてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。フェルマーの料理の考察動画を上げ続けて1ヶ月。この動画シリーズは検索からご覧いただく機会が多いようです。ちなみにトリリオンゲームの時は YouTube のおすすめからご覧いただいていました。いつもご覧いただきありがとうございます。実はそれでもチャンネル登録に繋がっていないのが現状なんです。500人を前に長いこと足踏みしています。今回も誰も気づかないような細かいポイントを拾って面白い考察をしています。まだ登録していなかったという方はこの機にぜひよろしくお願いします。岳は店のナンバー2であるスーシェフ、布袋の有能さを魚見に語ります。多忙な厨房で他のシェフに細かく的確な指示と劇を飛ばす布袋は岳の憧れの存在、頭だけで考えるな、感じろというアドバイスには岳に足りないものがギュッと詰まっています。キラキラした瞳で布袋のことを語る岳でしたが、鮎から思わぬ真実を教えられます。布袋は超えなければならない存在である。今お前がすべきことは、俺と一緒に料理の真理の扉を開くことだよな。カイは確かにそう言っていたのです。自分を認めてくれるカイに報いるため、仲間たちを犠牲にしなければならない。しかしそれは、果たして二人だけでなければならないのでしょうか。争い事が苦手な岳は気が重たくなります。カイは渋谷と共に高級ホテルで商談をしていました。K がそこのパーティーの料理の監修をすることになったのです。大きなチャンス。カイは渋谷に仕事を譲ってくれた真意を問います。渋谷はもう自分がプレイヤーではなく経営者だからだと言います。伝説のシェフと称される渋谷。その剛腕が振るわれることはもうないのです。彼が料理をやめた理由も本筋に関係してくるのでしょうか。また経営者と自称していましたが、3話にて K の収支から手を引くことも語られています。彼は一体何がしたいのでしょう。どこか納得のいかない表情で渋谷を見送るカイ。定休日の K に戻って一人物憂げな面持ちで夕日を眺めています。そこにランナが新作のレシピの試行に訪れます。彼女の姿を認めると彼は帰ることにしました。ランナが試食をしていかないのかと尋ねるも穏やかな表情でまた今度と断りました。ランナは5話にて味見をした際に硬直し、いつもと様子が異なるカイを目撃しています。心配そうにカイの後ろ姿を見送りました。帰宅したカイはガクに卵かけご飯を振る舞います。それは料理名は違うものの、ガクがまかないとして作ったオムライスをレベルアップさせたものでした。カイと自分のレベル差を知るガク、自分もカイのようになりたい、料理の真理に近づきたい、と本人を目の前に宣言します。それを聞いたカイは強い口調で断じます。だとしたら、蹴散らさなければいけないライバルがたくさんいるな。マゴロクも、ランナも、布袋も、ワンも、ペーニャも、ジョルダンも、仲良くなった仲間たち全員を蹴散らさなければ、その高みにはたどり着けないというのです。いつか訪れる仲間がライバルに変わる日、ガクはその日をどのような心持ちで迎えるのでしょう。その日はすぐに訪れました。K が担当することになった高級ホテルのパーティー料理の監修。カイはその代表シェフを自分と布袋を除くコンペで決めるとスタッフ全員の前で告げます。最も自信のある一品を出せ。たった一人の勝者はフルコースをまとめ上げる大役を任されます。勝てばシェフの名を売る大きなチャンス。湧き立つスタッフたち。直前までカイに指示することが重要。自分たちは志を共にする同志だとキッチンで話していたのですが、コンペティションという露骨な競争前に気合が入ります。ただ一人、ガクを除いて。かつて数学オリンピックで競い合った体験がフラッシュバックします。固く握られたその手は震えていました。何を作ってもいいお料理バトルロワイヤル。カイはガクを見やり、不敵に笑いました。それでもガクは覚悟が決まりません。いつも通りにまかないを作ろうとするのですが、仲間たちは皆それを断り、一人で過ごすことを選びます。うなだれるガクを布袋は心配そうに見ます。布袋はコンペに参加せず、デセールを担当するよう命じられていました。ガクが今頼れるのは彼しかいません。自分が競争嫌いであることを吐露すると、布袋は意外なアドバイスを送ります。コンペに参加しなければ、勝つことも負けることもないぞ。普段厨房で荒々しく劇を飛ばす布袋らしからぬぬるい発言。しかしガクはそれを言ってもらいたかった、とばかりに受け入れます。そんな布袋をカイは呼び出しました。彼が今回のコンペから外された理由、それを布袋はスーシェフだから、と解釈していました。しかしカイは焚きつけるように出てもいいんだぞ。
と告げます。布袋を参戦させれば、額に実力差を実感させられる、というのです。それでも布袋は参加する気など毛頭ありません。バカバカしい、と断じ、立ち去ろうとします。カイは苛立ちます。それまで本音を隠して布袋を焚きつけようとしていましたが、しかし、お前はそれでいいのかと詰め寄ります。布袋は何も答えることができませんでした。それにしても明らかに年下のカイが終始布袋をお前呼ばわり、布袋はタメ口ではあるものの、その扱いに全く言及しません。この世界は実力至上主義なんですね。ガクは孫六と言葉を交わす中でパーティー料理の奥深さを知ります。パーティーにはパーティーに向いた料理がある。その新しい問題にガクは気遅れするどころか嬉しそうに目を輝かせます。しかし仲間と競い合うことを思うと途端に気持ちが萎えてしまいます。もう一度カイに自分の気持ちをはっきり伝えてはどうかというアユの考えを実行することにしました。そんなカイですが、やはり家に帰ってこない日々が続いていました。ある日、ガクはスーパーから出るカイを見かけます。僕たちの家とは逆方向に向かうカイを怪しみ、後をつけると大きな屋敷にたどり着きます。まさかの別居。カイの二重生活にうろたえるガクに、カイは振り返りもせず、何をしていると声をかけます。気づいていてついてこさせたのでしょう。ついにその時が来たのです。満を持して視聴者にはおなじみ、渋谷と淡島が姿を現します。なんで裸なんですかと怯えて声を震わせ問うガク。淡島さん、合理主義なのにこの時期に外で外出するってどういうことなんでしょう。ガクの問いに淡島は何も答えません。あれ ?4 話で脇役くんに会いたいと胸筋をぴょんぴょんさせていたはずなのに、思ったより釣れないです。渋谷さんは6話にして初めて笑顔を見せてくれました。中に通されたガク、カイが夜食を提供しているのを見て、その関係を問います。渋谷はカイの師匠でした。毎回、あれ僕の2話での考察、正解でしたね。出資者であり、師匠でもあったということでした。しかし、淡島は怪しく微笑んで、カイとの関係について言及を許しませんでした。ガクは本来の目的であるカイへの相談を始めます。カイと一緒に料理の歴史を変えたい。でもそれは、K で働くみんなで一緒ではダメなのでしょうか。二人だけではちょっと、と言われるカイの心中やいかに。答えはノーでした。群れずに一人で高みに来い。その理由ははっきりとは語られません。ガクはいじけます。どこかに行っちゃうんですかと漏れ出たのは、近いうちに独り立ちさせられるのではと考えたからでしょう。勘のいい少年だ、とつぶやいた渋谷をたしなめたカイ。ガクの考えを否定し、自分には行くところがないと言い、ワインを口につけます。しかし直後、その手は震えていました。飲んだか飲まないか、というところで、グラスから口を離し、苛立たしげにテーブルに置きます。お前なら一人でいられると思っただけだ、と絞り出すように答えたカイ。取ってつけたような返答を渋谷と淡島は一生に付します。そして真意を語らず、渋谷は言いました。北田ガク、ようこそこちら側へ。帰宅後、カイは自分のよく知る二人の話をします。一人はカイが子供の頃から目標にしていた人物。今は一線を退いており、超えるべき目標を失ったと言います。ガクもそれが渋谷を指していると察したようです。もう一人は、と話を続けるカイ。この瞬間、視聴者とガクは気持ちがシンクロし、胸が高鳴ったはずです。あの謎の半裸男の正体だ。ついにその正体が明かされる。もう一人は、ライバルに圧倒的な差をつけられ、店を畳んで数シェフになった。いや、布袋かよ。でも、そういうテンションの展開ではないんですよね。今日は布袋の話。いつも厨房で熱い男、布袋克也。ガクが憧れる副料理長。そんな彼が見せた弱さ。この実力至上主義のシェフの世界で争いからの逃避を選択したのです。同じ考えを持つガクが彼に寄り添うことはとても楽なことでしょう。しかし本当にそれで良いのでしょうか。一人きりになったガクは膝を抱え自問自答します。翌日、ガクはコンペに参戦することを布袋に伝えました。その理由を、競争の怖さを料理の楽しさが上回るから、と話すガク。布袋は、そうか、ガクはすごいな、と感心し、自分が店を畳んだ時のことを話します。彼の苦しい過去にガクは共感し、それでも布袋さんの技術はすごい、と心の底から尊敬の念を伝えます。布袋がかつて自分の店で出していたスペシャリテは、血のみ子牛のコートレットでした。料理について話す時の彼はとても楽しそうで、料理を愛する気持ちが伝わってきます。レシピを考えている時の布袋さんも楽しそうだったんだろうな。ガクは純粋な気持ちでそれを伝えると、それまで危機としていた布袋の表情が一瞬にして曇りました。しかし、すぐに感情を押し殺し、今はここのシェフで満足している、とガクと笑い合いました。ガクはコンペに向けてレシピの開発に取り組みます。数式が、数学が、記号が慌ただしく彼の思考を支配しました。何か思いついたガクは武者震いをし、すぐに動き始めます。そして迎えたコンペ当日、審査に当たるのはカイ、布袋、ネネさんの3人です。生半可な緊張ではない中、シェフたちは腕を存分に振るいます。どの料理も美味しいと評されます。ただし、カイ以外から。カイは渾身の一品たちを辛辣な言葉で容赦なく切り捨てます。そして最後はガクの順番でした。彼が用意したのは前菜、クスクスのタブレ。とても手間がかかった一品。試食した布袋の口には笑みが浮かびます。しかしカイはあくまで高圧的に確認します。これがお前の最も自信のある一皿か？ところがガクの構成はこれにとどまりません。笑顔で厨房に引っ込みます。すぐに戻ってきたガクの手にはスープ。それを食べかけの前菜に豪快に振りかけます。2品目、クスクストラパネーゼ。スプーンを口に運び、ネネさんが絶賛。ガクはさらに畳みかけます。3品目、子牛のコートレット。
カツレツを残った2品目の上に卵のエスプーマソースと一緒に配置します。すべてを一緒に食べるそれはまるでカツ丼。自分のスペシャリテから着想を得たのか、と布袋は大喜び。もう表情筋がずっと緩みっぱなしです。そんな布袋をカイは冷たく一別しました。カイは問います。なぜ3皿で1つのメニューにしたのか。それをオイラの等式になぞらえて解説する額。これですと言わんばかりに公式が映されますが、実際のところ視聴者もスタッフも誰もついていけていません。いや、カイは理解しているのでしょうか。楽しそうに語る額を無表情で見つめ返します。審査を終えたカイは布袋に問います。カイ、額、ランナー、布袋を実力のある順番に並べよう。戸惑いながらも副料理長の自負を持って布袋は答えます。カイ、自分、ランナー、額。しかしカイはそれに異を唱えました。額の発想はすでにお前の上を行っている。ランナも布袋さんに勝つ自信があると冷静に分析します。突きつけられた現実に布袋は怒りをにじませます。今度はガクが問われます。なぜコンペに出ない布袋のスペシャリティをアレンジしたのか。ガクはやはり単独プレイはできなかったのです。カイが用意した卵かけご飯、布袋のコートレット。これらをベースにチームプレイを演出したのでした。布袋さんがすごいってことを証明したくて、呆れ返るカイ。ところがこの一言により、強い感情を爆発させた者がいました。ズタズタにされた自尊心。布袋はテーブルを叩き、ガクに詰め寄ります。お前も俺を一番下だと思っているのか。本気になった布袋はコンペの参戦を表明し、厨房へ赴きます。カイは意地悪く微笑みました。そんなカイを、ランナはなんか変、と心配します。布袋が用意したのはオリジナル版格子のコートレット。試食した額は掛け値なしに絶賛します。それを見てにやりと笑い、布袋自身もその一品を試食します。しかし、一瞬でその表情から笑みが喪失します。布袋は知ってしまいました。自身の敗北を。そんな布袋に対し、カイは残酷な現実を突きつけます。考えることをやめた時に、お前は止まったんだ。今回のコンペに参加させなかった本当の理由は、副料理長だから、ではありませんでした。絶句する布袋。その胸ぐらをつかみ、カイは感じるな考えろシェフならと声を荒げます。絶望に打ちひしがれる布袋は何も言い返せず、魂が抜けたようにふらふらと立ち去りました。残された料理を口にし、シェフたちは残酷な判定を下します。美味しいが、額には勝っていない。経験に裏打ちされない絶望的な実力差がそこにはありました。布袋を追ったカイ、二人きりになり、真実が語られます。3年前、カイが布袋の前に現れたその日、差し出されたコートレットを口に運び、布袋は思い知りました。超えることのできない圧倒的な差を、その天才性を、額に語った当時の経営に関する苦労は、彼が店を畳んだ本当の理由ではありませんでした。全面的な敗北を受け入れた布袋は、K に移籍したものの、戦うことをやめました。どうして俺の前に現れたんだよ。出会いたくなかったよお前と。と話す布袋に対し、カイは、俺はお前と出会えてよかった。と告げます。それを聞き、むせび泣く布袋。カイは、店を辞めるなら止めない。本物のシェフに戻れ。と励ますように背中を叩きます。布袋はどう答えるのでしょうか。コンペの結果が発表されます。しかし、全員が分かっていました。勝者は額。そう告げられた額でしたが、素直に喜ぶことはできません。しかし結果は結果。ライバルを蹴散らし、彼は目指す高みにまた一歩近づいたのです。布袋も厨房に戻ってきて、K は次に向かって動き始めています。次は、お前があいつら全員を統率するんだ。その指示に額は臆することなく頷きます。しかし、パーティーの詳細を知り、額は目を見開きます。それは数学の権威ある賞の授賞式でした。特別賞の受賞者は、広瀬一太郎、かつてのライバルが写真の中から額を見ています。その睨みつけるような目つきに、額の心臓は早金を打ち始めます。襲い来るそっと心配して駆け寄る回。しかし、額は立ち上がることができませんでした。今回は布袋にフォーカスが当たった回でした。ドラマの冒頭では布袋が額に助言を送ります。頭だけで考えるな、感じろ。毎回残酷なことに、これがラストで全否定されました。回が布袋に言うのです。感じるな、考えろ。この挫折があって、布袋は再びシェフとして歩み始めるのでしょう。そんな布袋ですが、かつてはカイに目をかけられていた頃がありました。3年前、カイは布袋の店を訪れています。その目的は K のスカウトだったと推察されます。そびえ立つ天才の壁に圧倒され、布袋が考えることをやめてしまったのは、カイにとっても大きな誤算だったのではないでしょうか。それでも放逐されずに副料理長に抜擢されたのには理由があります。レストラン K がここまでになったのは布袋が隣にいてくれたから。K は彼のリーダー性に支え続けられてきたのでしょう。カイが全幅の信頼を置く布袋、残ってくれて本当に良かったし、さらなるレベルアップも期待できますね。ところが2024年では、2024年の K でも布袋は残留しています。しかしそこは、冷徹に変貌した額が支配する地獄と化しています。本人は変わっていないと言っているのですが、布袋はカイと額、二人の天才にかなわないまま、見えない人間に甘んじています。現実は厳しい。以前のエピソードではそんな額を俺たちが選んだ、と話しています。実質、K のナンバー2として全員に認知された額。これで選ばれた理由は実力だったと推察できます。それにしても前回あれだけ持ち上げられたランナまで5を抜きして認められてしまうとは、ここに来て、額の天才性が一気に花開きましたね。3話のラストにて、額が孫六と一緒に料理を作ったことになぜか寂しさを感じたと、あゆに吐露していました。
この理由ははっきりと語られていないのですが、おそらくガクはその天才性に目覚め始め、孫六と仲良くなっても彼がついてこられないことを無自覚に感じていたのでしょう。もう一人の天才、カイ。彼が胸に忍ばせるコースター、そこに書かれている2文字、ここをガクが実感する日もそう遠くありません。最後に今回の突っ込みどころ、僕の大好きな損益計算書の読み取り。2話では2024年の K の月当たりの人件費が4200と書かれていました。つまり420万円。高いな。それに対し、今回布袋がかつて経営していたレストランの人件費は5250。ただでさえ K の人件費は高いと2023年額が言及していたのに、それを大幅に上回る525万円。布袋さんの気前の良さには惚れるしかありません。ドラマ、フェルマーの料理は Netflix と Unext で配信中です。僕の相方 YouTuber の歌丸さんのチャンネルでは原作漫画、フェルマーの料理を取り上げています。また、こちらの動画では最新刊の4回についてもネタバレにならない程度に触れているので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いできますように。バイバイ。